今スタートしました。自分の携帯で俺のチャンネル見たら入ってくる。ずれてる。あ、入ってるね。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はですね、テキチャンネルの、ライブで、ちょっとプラモデルのね、メンバーをちょっと2人ほど連れてきたんで、よろしくお願いします。奥にいるのがね、楠木ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。カメラこっちになるんでね。あ、こっちですね。はい。了解です。で、リトルノースちゃんです。リトルノースです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2人はね、とりあえず今、死んでるクラブだな、TPC が、まだ生きていた時代の頃の、後半にね、入ってきてもらって、もう何年前だっけ？もう、かれこれ、6年ぐらい？いや、7年ぐらい。7年経ってますね。7年経ってる？ 3、4、5、7年ぐらい、そうですね。7年ぐらい経ってる。そんなにも経ったか。結構前。その間に、楠木ちゃんは相変わらずずっとガンプラを作っていて、リトルノースちゃんは最近はガレ焼きになってるのかな。戦車もでもこの間作ってもらったし、プラモデル的にはもう離れてるんでしょ。あんまり作ってはないですね。そうでしょ。まあね、まあ別にプラモデル作ってないといけないわけでもないからね、そこら辺はね。今日はね、来てね、こちらにある、やつは、これアクアさんね。最近はね、アクアさんね、もうラジコンの人だかあ、ラジコンに行ったんら。ラジコンの人。アクアちゃんが作ってくれた、RG のハイニューですね。RG のハイニュー。これはね、珍しいこと何もしてないんだけど、本当に丁寧に、作ったっていうことで、もう見るからにね、その丁寧さがはっきりわかるので。RG ってもともと情報量すごいから、だからその情報量の中をちゃんと墨入れもきれいにやったりとか、表面処理しっかりしたからして、で、アクアちゃん独特の、もう、フラットコートの超薄い皮膜。触ったらわかるんだけど、ツルツルなんだよね。フラットベースをきれいにやることによって、すごいきれいな、フラットベースにして、その艶消し感はあるんだけど、全然表面はテカテカのグロス処理みたいな、感じなんだよね。最近ね、車とかも作ってる。ラジコンやりながらちゃんとプラモデルやってるね。偉い。偉い。そうそう。で、リトルノースちゃんは何か持ってきてくれたのかなと思ったらちょっと持ってきてくれてなかったんで、あれだけど、楠木ちゃんが今、ちょっと組み立ててる感じかな。MG のハイニュー。しかも、これ何ていうんだ？何アタッチメントっていうのそれ？なんだっけな、HWS だった。HWS だ。違ったらごめんなさい。のやつだ。とりあえずちょっとすごい迫力があるからね。ちょっとカメラで映すからこっち側にちょっとずらしてもらって。移動できます、うん。ちょっと移動も大変です。揺れだね。揺れ。ちょっとずつ行こう。ちょっとずつ前行こう。やばい。よし。じゃーんということで、こちら MG のハイニューだね。ちょうど偶然にもね、ハイニューということで、RG と MG がね、こう並ぶっていうのがなかなかないんじゃないかな。見事に色飛ぶね。ね。紫が、カメラで飛ぶんだよね。
要は赤みが。ちょっと青っぽくそなっちゃってうだからもうね本物の俺のこの携帯のカメラギリギリまだねこうちょっと出てるの紫だけどそれが、向こうの方のやつになるとなんかただのブルーになってるね。本当だ。でこっち側のブルーもねちょっと違うんだよね。薄くなってるでしょ。赤みが取れてるんだよね。これもね赤みが取れてる。だからこれはねちょっとまあライブでやるにはこの色合いは結構きついのかな。でも対策だねこれね。結構頑張りました。頑張った？どのぐらいかかった感じ？全部込みで3週間。 3週間。2週間半ぐらいですね。2週間でも2週間でできるか普通。大体いつも3日4日で作ってるからめっちゃちょっと早いよね。早いですね。これははい。数ヶ月コースですね。普通の人なら。 Q チャンネル Q チャンネルさんが、勉強しに来ました。プラモデルの勉強。まあ勉強になるかどうかは今日はならないんじゃないかなと思うけどとりあえずねうちのライブ、ミニ四駆ライブやったりラジコンのライブやったりしてたけどプラモデルのねライブはやったことなかったんでねまあちょうどいいかなと思って。いやこれはこれで対策だね。すごいねすごい。おお全く声が入ってるね。これ引っ掛けてるだけなんだ。ただ引っ掛けてるんです。ああそっか。なんでまあその武器に関しては自作だよね。全部そうですね。その武器ね。プラバンとかねこの武器がねいかんせん長いんだ。47センチ。47センチ。47センチあるんだよこれ。すごいよね。iPhone3 つ分ぐらい、iPhone3 つ分だって。なかなか長い。実際ねこのぐらいのサイズでもまあ長いんだけどボリュームがあるから違和感ないよね。あと結構細いですよね。元のやつね。こうしてみると。はいはいはい、うんそうだそうだ。そのバズーカあれそのバズーカ俺作ったあれこれチョコこれあれとああ一緒っすね。ライブこれもともとシナンジュスタイン持ってたやつなんじゃないですか。そうだったっ確かけ。もう確かいろいろ忘れてるからな。いどっちが先なのか分かんなくなろいろ忘れてるから。シナンジュが先なのか。いい機会だからちょっと出すか。おちょっと喋っといて。つなぎのトーク的な。つなぎのトーク、まあとりあえずツイッターで今リツイートしといたんで誰か来るかもしれない。知らない？知れないです。こいつを取り出すのも今日瓦礫持ってくればいい。いやーでもね、引っかかる。そうだね。赤番になって店長のチャンネルあまり声に出したくないんだけど今やってるやつはちょっとダメかな。センシティブなものが多いのでYouTube 的にはちょっと際どい。際どいよね。一発番。僕が前に作ってたやつはもうもろ出しだったから完全にダメだ。完全にダメだね。よいしょ。これも俺が作ったやつだね。これ静岡ホビーショーに確かあったやつ。そうだね。SGR さんで、展示させてもらいました。シナンジュスタインなんだけどガンダムヘッドに胸周りもこれガンダムのパーツ使ってんだよね。ハイニューの。もともとシナンジュって知っての通りあれ胸のフィンとかって三角形みたいな感じのやつでしょ。だからガンダムを限りなくスタイン寄りにしたというか、だからハイニューの顔なのこれ。もともとハイニューの顔を、シナンジュのパーツっぽくやって角なしにして、で胸のところも全部描いたってやつだね。はあ。かっけえ。
これはこれで途中まで作ってたやつをねもう一回作り直したからねめちゃくちゃめんどくさかったんだよね、ここもねこれも独自の解釈のスラスターのあれだね、これ磁石で取れた。へえ、取れるんですか。そうなんか見たことある形。これドラッツですか。その通りドラッツやっぱりドラッツねこれだとさボリュームの割にはちょっと後ろが物足りないので、それでやったんだよね。これはこれで後ろのなんていうんだ支えにもなるし、これでねくすのきちゃんのツイッターのお知り合いの人もいたらコメントしてくださいね。気にしないで。いるかな。このアカウントで初めてリツイートしたの。何リツイート自体初めてです。しないタイプだったんだ。リツイートはしない主義なんですけど。そうなんだ。しない主義の理由はすればいい。いやなんか自分の作ったもので埋めていきたいっていう。そうか。お気に入りはしますけど、いいねはしまくるけど。これいいショットよこれ。いいっすね。いいショットですね。いいショットだわこれ。顔も一緒です。かっこいいですね。そう顔も一緒でしょ。顔も一緒。ちょっとこのショット撮りたい。いいよ。新鮮ですね。なかなかロボット作ってない期間が長いんで。座った方がいい。ライブ中に普通にショット入る。ライブ中に。自由人。リングさんだ。毎度っていうことで。リングさんどうも。こんばんは。こんばんは。はい。出るんですね。誰入ったか出るんですか。あれ右に出てるチャットがそう。これ。そうそれリングさんね。リングさんも最近はマックスファクトリーのお裸なフィギュア。あれを今日も持ってきてたけど、あれはあれでね肌色の塗装は難しいよね。そうですね。生だから下地によるし生の肌色となんていうんだ、そのアニメキャラの肌色とちょっと違うからね。違いますね。どっちも難しいよね正直言って。違いますね。生の肌色はやっぱ重ねた方が本当すごい上手い人いっぱい重ねてるよね。血管が奥に見えるようにしたりとか、ピンクとか赤を下地に、そうフレッシュの色をつけるんです、ね。本当にねまだらにその赤い要は蛍光ピンク的なやつをバーって入れて、でそれから薄くこう重ねてって皮膚っぽくするっていうか、あれも難しいよね。だからといってそれをアニメ風のやつにやっちゃうとなんか変になっちゃうんだよね。正直ちょっとキモくなるね。キモくなっちゃうよね。そうなんだよ、リアル寄りにするかアニメ寄りにするか。そうそれによって全然違ってくるからね。勉強しに来ましたってリングさん勉強しに来たってだから何回も言ってるけど勉強になる今ライブじゃないんで単純に語ってるだけですのでね。まあでもあれだよね、本当は1個や2個あった方が良かったんだけどね。俺もフィギュアらしいフィギュアもちょっとベジータがいる。ベジータはフィギュアだけどベジータがかっこいいジムがある。ジムはかっこいいよ。ベジータがちょうどいい。これがベジータ。これはもうまたちょっとよりが違うけど、これはなんかアニメ塗りのこれはね多分こっちか。こうだね。このカメラ。そこね。あんまりいいカメラじゃないけど。こういう感じだね。影をわざとつけてやったというやつですね。フィギュアはフィギュアだね。アニメ塗りっすね。難しいよ。そうだよね。昔のセルアニメ風の。
こっちも。これ大丈夫だよね。窓が違う。それは大丈夫じゃないですか。ねギリギリじゃん。これはギリじゃん。これはセーフ。ギリじゃん。場合にこれはよっては全然、センシテはい、こっちの方が、これ持ってる方が落ち着くしょ。多分ね。ね、このタイプはでも作ったことないんですよね。服着てるからあ、こっちいや、プラモのいつも瓦礫だから基本動かないんですよね。動くっつってもそんな動かしてどうなんだろうね。遊ぶのかな。まあ飾って終了っすね。ほい、窓かさ。ほい。こうか。こうだ。これは何のキャラクターですか？これはね、寿屋さんの、彩色少女庭園というね、シリーズがあって、これだね。これのオリジナルのキャラだね。ああ、アニメのそういうキャラじゃなくて。そうそうそう。へーなんかギーギー言って怖いんだけど、なんかすごいギーギー言う。いやまあ、スムーズに動くようにはなってない。寿屋のキでもットはジョイントがちょっと硬すいから、ごくでも、お顔もいいし、そうですね。これ、うん結構作りいいですね。うん。へえ、かっこいいな。出るかな。お、立った。うん、これをこっち側でちょっと回してみるか。ベジータのがちっちゃいんだ。これをこうして、すごいなんかプラモとは思えないなんかこれをこフィギュアだな。これ紙をね、結構、なかなか作りいいですね。うん、へ塗り重ねて、まあ、リトルノスちゃんが多分今、だいぶよくやってると思うけど、あ、多分知ってる人かい。コメント、キングさん、これはこれでむずいよね。そうですね、むずいんですよ。で、ビゼンさん、こんばんは。その人は、下の人、ピーちゃん。んピーちゃん。ピーちゃん4037さん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。つのちゃん、知り合いかなわかんないっす、わかんないよね。これはね、やっぱ作りいいよね。この女の子のやつは。うん。人気もあるし、確か今3種類うん。ぐらい出てるのかな。メガネっ子と、金髪の子と。うん。僕大体フォロー瓦礫メンツしかいないですけど、そういう人も結構買ってましたね。そうでしょ。これはね、顔のこの、なんていうの、ディティールうんとかも含めていいし、なんていうんだろう。変な話、あんまりやらしさを感じないんうんだよね、これはね、そんなにね。だから別に。設定ではですか、高校生みたいな感じですか？そう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 。なんか正統派な感じしますよね。そう多分どんどんなんか増ディンえていくだろうなっていう。ディングさんガンガンコメントくれるね。食いつきいいね。ラジコンの時より食いつきいいけど。メガネっ子ね、ディングさんもこれ作ってみたらいいんだけどな。これはこれでいいですよ、すごく。うん。これいいですよ、これね。これ髪の毛ってもう初めからこういう造形なんですか？造形はそすごいな、細かい。う。だからベタ塗りしちゃうとベタ塗りになっちゃうので、やっぱりその奥に、まあ多分ガレキやってるリトルノスターの方が詳しいと思うけど、そのなんて言うんだろう、奥まったところと出っ張ってるところの紙の感じを出したりとかするだけで、いい感じの雰囲気になるんだよね。ただ元々のねディティールがね、フロントの前髪が結構もっさりしてたんで、だいぶ変えてる。ちょっと切ったりっていうか、先端尖らしたりとか、うん、そこら辺はやってるかな。結構紙はなんだろう、塗り方人によってなんか作品によっても違ってくるんですよ。なんか頭頂部がうん非常になんか濃かったりしたり、あとこう輪っかうん、輪っかの部分にハイライト入れたりとか、あれだね、うん天使そういうの輪だね。そうですね、うんいわゆる天使の輪ですね。そういう塗り方してる人もいますね。うんあと最近のだとかなり情報量増えて、ここになんかギザギザ、白いなんかこうギザギザっていうんですかね、あれだハイライトの中にさらにハイライトを入れるっていう。もう完璧にアニメの塗りだね。
アニメのっていう塗りかっていうかちょっテカリとちょっPC の PC ゲームのヒロインの塗りなんですよ。ただなんか今の VTuber とかそんな造形多いんですよ、はいはいはい。へなんでなんか昨今の作例を見ると情報量はすげえ増えてるのはちょっと感じますね。うんうん、塗り方もねいろんなパターンが発見されてきてるしね。そうですね。うん、なんかいわゆるちょっとなんか2000年代アニメとかだと割とベタ塗りにハイライトパンってこそうだうあったうんようなのからなんか最近はなんかだんだんなんかいろんなもん増えてきてる感じはありますね。まあ、カラーもいろいろ出てるからそうなんね。ですね。 Q チャンネルさんカカラットじゃないよこれベジータだよ。俺悪いけどベジータ推しだからカカロットじゃないからねベジータです。これねビッグバンアタック食らわすよ。今度映画やりますよね、ドラゴンボール。いや今やってるよ。あ、今やってるんですか、今やってるドラゴンボールへー。ドラゴンボールはドラゴンボールで。これはこれでいいよね。これはこれでいい。それバンダイのやつ。これバンダイのやつ。うん実際あれだよ。こっちの方がこれいいですね。これの半分ぐらいで買える。値段ね。値段半確かにこ分ぐらい。れ結構高いですよね。5000円ぐらいします？こっちはね5000円以上するんだわ。結構するんだ。うん、するの。ちょっとだけベジータ出したいんだけど。髪の毛ちょっとだけベジータ出したいんだ髪の毛うん。ちょこんってちょっとだけこれベジータのこれね。ベジータ。まあでもねしばらく俺もプラモデル離れてたんで、まあ今ねロボキャラコンペか。ロボキャラコンペっつって今バンダイのね、まあこうやってバンダイのプラモデル作ってるけど、バンダイのプラモデルもちょっと手に入んなかったりとか、なんか望んでるものがなかなかないから、まああえてねちょっとロボットって違うバンダイ以外じゃないやガンプラ以外のね、やつをねちょっとやろうと思ってるんだよね。だからそれはそれで俺はファフナーってやつをねちょっと作っててね、よいしょさっき見せたけど何作る？マイナーなの作りたい。マイナーなの？うん例えばね、今だったら本当に初代マクロス。初代マクロス。あんまり知ってる人少ないかな。こうか。はい。早急のファフナー、マークザイン。知ってる？二人は。敵が知ってます。敵が知ってる。紫のごっついやつだけ知ってる。あれ敵じゃないしね、しかもね。敵じゃないですか。リヒトだね。マークリヒトだね。もうマークにわかと見てない。にわかすぎるね。一発でバレるね。これがね、ファフナーで、ちょっとね、普通のデザインとは全く違う感じなんで、ちょっとまた面白い形の、ものだね。まあこうやって、普段ガンプラじゃないやつがこう、日の目見るのもいいかなと思ってね。いや、知らなかったらね、何それって言われるんだけど、こんな感じのロボットなの変わってるでしょ。裏見たら。これは何？寿屋？いや、これはマックス、モデロイドで。うん。関節すごいでしょ。斜めなんですね。そう。関節斜めなのさ。ロボットもので体がアシンメトリーなのはちょっと珍しい。珍しいでしょ。だいたいシンメトリー。腕もさ、腕の曲がるところがこういう感じで曲がるんだよね。だかあ、ら、本当だ。ここで曲がるんです。そうそうそう。腹とかもすごいことになってる。ね。わけわからんでしょ。もなかなか面白い軸軸っていうのか。そうそうそう。これでね、こっち見れるようにしとこう。もうね、とりあえず今日は久々にね、来てもらったからね、とりあえず今、ずっと作り続けてるのは、クソノキちゃんぐらいかい？ TPC。TPC は今、ミッコは釣りだね。あ、ミッコ釣りなんです釣ね。りもやってるし、まあちょっとね、いろいろ勉強しなきゃいけないこともあって、ちょっと勉強をちょっとしたりとか、で、それの、だからミッコはミッコ招待って言ってたミッコがやっぱりそうなってるんで、それ以外のところも、ち
ちょっと薄くなっちゃったかなっていうのはあるよね。うんあとはまあ最後の方で展示会やったじゃん、ここで。ここでで。で、あのやりましたね時のメンバー方で、まだ多分やっているのは、多分マイペースだと思うけど、ゴティさんと、ああ、ガラさん、はいはい。うん。ガラさんの息子の直くんとかはちょっとどうなのかな、あれだけど。そこら辺はちょっとやってるのかなとは思うけどね。それ以外はね、あんまりやってないんじゃないのかなんか10月ぐらいに展示会ありませんでしたっけ？な。いつの今年のどこでここで。ここで飛行船じゃないそれ。あ、飛行船か。うん。ああ、また違うんです。そう飛行船さんは今例会も復活したし、展示会も含めてやるって言って、そうだね、うちにもポスター貼ってるけど、あそこはまあいろんなスケールものから、いろんなパターンだね。まあ逆に瓦礫いないか。瓦礫いないです、瓦礫いない僕前展示会いつだったかコロナ流行る前に行ったんですけど、結構スケールものはほとんどでそうでしょ。瓦礫はなかったですね、まあ瓦礫は瓦礫寄りだよね。まあこういうキャラクターの女の子とフレームアームズガールとかと瓦礫を行くのは何も違和感ないかなとは思うんだけどね。確かにそうですね。だからまあそっち系のやつの方がいいよね。今回もロボキャラコンペってやったけど、別の女の子のやつは女の子のやつで別でやりたいなとは思うんだよね。なぜかっていうと、ロボキャラコンペの中にその女の子、ロボットみたいな女の子いたらとしても、なんかあんまりどっちにもあんまり寄らないので、どっちかっていうと女の子キャラのね、今実際問題女の子キャラのプラモデルがすごい種類、寿がやってバンダイも追っかけるかのように今ねやって、でそれ以外の、中国の企業さんのやつとかもあったりとか、青島もねマクロスのあれやったりとか、だからもうすごいんだよね。だから前までだったらすごい狭いゾーンのジャンルだったんだけど、それがもう完璧の一つのジャンル、何ジャンルっていうんだろうね。ガールプラモとか言うんじゃないですか。ガールズプラモみたいな感じかい、ガールズプラモっていう形のジャンルで確立したっちゃ確立したのかなっていうのはあるよね。増えましたね。確かに。増えた。作ったことないでしょ、クソノキちゃんね。ないっすね。ね。全く興味ないでしょ。あんま作ろうっていう気にならないです。ね。まあね、これロボットだとね、なかなかあれだよな。作ってって言われたら作るかもしれない。ガールプラモ確かになんかあんまり作る気にはなんないかな。でも瓦礫でもガールズ寄りのやつとかもあるわけだし、原作あって好きなキャラが瓦礫になってるから瓦礫買ってんですよね。なんか好きになるものがあって、それがプラモだったらプラモ買ってるってこと。プラモ買ってますね。なるほどなるほど。ガールプラモってフレームアームズガールはなんかアニメあって、プラモ出たじゃないですか、あれあったからちょっと欲しいの何個か買ったんですけど、他のガールズプラモってあんまそういうのない。そうだね、メガミデバイスとかはゲームのやつとか、ウマムスとかは好きじゃない？ウマムスまずゲームやってない。やってない。やってない。ウマムスはね、すごいなんか人気高くて。ウマムスは人気ですね。あれ確か寿屋でなんか出すんじゃなかったっけ？寿屋だったかな。瓦礫もウマムスめちゃくちゃ多いです、ね。そうでしょ。今年あるワンフェスのディーラーも割と多いですね。前は FGO とかが多かったんですけど、今もうウマ娘の方が多いんじゃないかな。俺もね、ウマ娘はじめこんだけ流行る前にこれ絶対面白そうなゲームじゃないと、俺あれねアニメやってたんだよね、昔アニメやってて、でそれから携帯のゲームになって、でもちろん初めのアニメも見てなくて、でその携帯のゲームになって、その女の子全開で走ってる姿見て、なんかこれすげえ面白そうだねっていう話になってやるかやらないかって言ってる間になんかどんどん世間で話題になって盛り上がっちゃったんで逆にやってない逆にやってないけど、CM のなんか歌っていうかすごいですよね。うまぴょい、うまぴょい、あれもすごいよね。
いやいやでもそこだけしか知らない。でも何でもね流れできるよね。あんまり言いたくないけどそのガールパンもね今となればちょっとどうなの何流行るか分かんないから。ガルパンもねあれ一世風靡したけどね今となれば映画の興行収入も多分だいぶ減ったんじゃないかい第3いや版はもうなかなか長い期間をね厳しいよねいやだからもう流行ってなくなってっていうパターンもあるけどだから逆にねフレームアームズガールとかは息長くずっとやってるしすごいなと思うけどねバンダイもそれに伴って多分いろいろ今頑張ってやってるけど、まあ、なかなかやっぱりクオリティがこの寿屋のこのクオリティが高すぎてなかなか追いつけないよねなかなか、クオリティは寿屋の方がガールプラも高い高いんだわやっぱりすごいシャープにできてますもんね、あとなんちゅうんだろうなやっぱり顔なんだよね顔そうなんですよね、やっぱり顔やっぱりフィギュアもそうだろうけど顔ガンプラもそうなんだよだから顔が9割顔かっこ悪いやつってかっこ悪いじゃんやっぱり確かになんか、だからこういうガールズプラモもあれだよねリングさん書き込みすごいね Q チャンネルさん東雲海ちゃんのプラモ作りたいって出るよ海ちゃんのプラモマックスでそうだアマゾンで予約始まったと、海ちゃんのプラモ出るよ、それ多分ディングさんのゾーンだよディングさんのゾーン、で STI さんこんばんは、ガルパンはね間が空きすぎだよね確かにねもうガルパンおじさん、ガルパンおじいちゃんになっちゃうよねそうだよねもうおじいちゃんになっちゃうよいやもうそうなっちゃってんじゃない実際そんな昔からあるのガルパンは古いよテレビアニメがいつだもう思い出せないね古いよねガルパンなんかねテレビアニメがいやもう10年ぐらい前で映画がなんか2年とか1年半に1本出て、で今12343だっけ4でしたっけ今映画最終話のやつがこの間3ですよねでね時間がね1時間ぐらいだったっけ1話が1時間ちょいぐらいです、そのぐらいの1時間ちょいぐらいのやつを出るのにね1年じゃ効かないんだよもっと結構じゃあ待つ感じだからね1話2話見たけど3話俺実は見てないんだよね、あんなにガルパンって言ってたけど、僕なんだかんだで見てますねどうだったいや面白かったですよウエスタンで 4DX で見てきましたガッタン入れて水は出るわ風は出るわでいや 4DX の動き戦車の乗ってる時のバトルの時あれはねちょっと 4DX の過剰な動きがね集中できなくて俺前見た時ねやったんだけど初めて 4DX やったんだけど集中できない後ろからね風来るんだピシッピシッってピシッってそうあれがねもう俺大嫌いで後ろから風来るあーとか言ってこうやって見てたりとかしてね斜めにしてね見づらくてしょうがない僕もっと風強くて水出てもいいなって思って見てたんですけど、いやまあそういう人もいるんだろうけどねいやあれだよ海ちゃん2個買いそうディングさんねディングさんが海ちゃん2個買いしておりますのでね、完成したらあれだねお披露目会したいねピーちゃんガルパン 4DX だと揺れまくって酔いそうになりますよねそうだったんですよ俺見たのは2がやるとき1と2連続でやったんだよねやってましたねその時に 4DX で見てバトルシーンあったんだけどなんせすごかった、席もガッタンでした、すごいこう来て前来ても水来て風来て、結構激しいんだ激しい俺ね想像よりね2倍ぐらい激しかったねあれだから本当に心臓弱い人とかはよろしくないと思うんだよねあれねそのぐらいに激しく結構動いたガンガンもう
初めね、予告というか、始まる前に 4DX このぐらいですよっていうやつが流れるんだよね。デモ画面みたいなやつ。そのデモ画面の段階で俺やられたもん。4DX あ、そうなんだ。新エヴァの時よりもずっと揺れた気がします。お、あれだな、ライブがちょっと調子悪くなってるか。カメラ。ちょっとカメラがブロックノイズが出てますね。カメラがちょっと一回消して。大丈夫かな。いや、怪しいね。実際ね、ここまでいろんなカメラとかつなげてやってるからね、パソコン的にも結構きついんだよね。1台2台。これ今動いてるけどちょっとカクついてるね。まあまあ最近はじゃああれか、クソノキちゃんに関しては完璧に変わってないよね。変わってないですね。変わってない淡々と淡々とずっとガンプラを作ってるってやつだろうね。そろそろアーマードコア作りたいんですけどね。それロボキャラ出してるだから。もうないんですよね。手元にないんですよ。アーマードコアなんてもう売ってないよ。売ってないですね。あれでもこの間入ったよね。この間シュープリスが入って。そうだよ、あれ買ったよね。買って作りました。でも手元にはないです。そうなんだよな。なんせ手元にないんだよ。いかんせん。いかんせん手元にないからあれだよね。ドブキャンもね、再販してくれたらいいんだけどな。アーマードコアを再販するっていうのは結構最後の方だよね。ああ、そうなんですか。もしやったとしても。カメラが調子悪いなぁ。テケテケしてるね。ちょっとあれだな。フリーズってメインカメラを一回カットしますね。これであれ、こっちも止まってるね。通信なんですかね。はい、よいしょ。これだとこっちでいけるかな。ちょっと上から目線だね。ちょっとメインカメラが調子悪いので、よいしょ。これでやろうか。ライブしながらこんなことしてる人いるのか。よいしょ。でもあれだよね、プラモデルの方もやっとこう進めるので、今年は厳しいかもしれないけど、来年ぐらいはちょっとなんかまたイベントなりなんなりっていう形なんだろうけど、それこそジャンルがね、みんな結構変わっちゃってるからね。アラさんとかまこっちゃんももうそっちのゾーンではないし、アラさん、まことさんはどうなんだろう。アラさんは完全にもう絵の方向に行かれてしまったので、まことさんはなんか廃人ゲーマーになっちゃってるから、そうなんだ。だからまあそこら辺はいろいろ変わってはいるから、また新たな感じかなとは思うんだけどね。実際ね。またミーティングとかやって、どれくらいのこうみんなテンションなのかとか、どれくらい作ってるのかとか見た上でちょっとこう展示会とか。まあ作ってる人は相変わらずいないだろう。あれ実際問題後半でさえだいぶ少なかったからね。ね、後半でさえだって展示会で人数あんな感じだったからね、参加する手伝える人。
それこそみっこ招待とね、佐久間ちゃんいつでもいいよ。佐久間ちゃんはいつでもいいんだけどね。佐久間部さん、佐久間部さんじゃない、佐久間ちゃん。佐久間部さんも全然会ってないね。全然来てないね。別の人なんですか？全然違うよ。同じ人全然違う。まあプラモデルの方もね、やっぱりやるには結構時間もかかるし、まあこの去年じゃない今年か、静岡のホビーショーもやって展示会もやったんだよね。で、まあそれこそこれ何年前だ、3年前か4年前出させてもらったけど、SGR さんのブチャーさんのね、やつとかは来年もやるっつってなんか盛り上がってるからさ、そっちの方はそっちの方でちょっと動けたら動いてみたいなと、もうねあまりにもやってなくてね、あれだよ劇店プラモデル作れるんですねって言われるからラジコンの人だと思われる。ちょっと作れるんですよっつって、ちょっと前にやってたんですよって言って、今年からなんか展示会だいぶ再開しましたよね。多分どんどん増えるんじゃないかい。ただ HME は今年もうやりませんって発表にはなったから。今年やんないんですか？やらない。あれやんないんですあら。でもなんか7月もう展示会札幌であるし、8月もあるはずです。なんかあれだよね、楠木ちゃん札幌にそのガンプラのやつでなんかなかったっけ？お友達いるとかなんか。ちょっとサークルやめたんですけど。そっちやめたんだ。ちょっとやめた。いろいろメンバーの方とは仲いいんで、全然。あれだ、作品がないからか。いや、ちょっと遠方なんで、なかなか札幌まで行けなくて、っていう感じですね。集まりに行けなかったり？向こう札幌である程度固まってる。まあね、まあそうだよね。まあいろいろできるけどね、正直言ってこういう感じでもできるだろうしさ、これで例えばディスコードつないで、カメラ入れたらいないけどここで参戦したりとかできるから、盛り上げ方はね昔よりねだいぶいろいろできる。パソコン上でなんちゅうんだ、その個別で遠い人は遠い人で顔だけで配信一緒にしたりとかできるから全然。全然できるんで、そういうことやったりとかはできるからね。だから盛り上がり方次第じゃないか。例えば今日こうやって来てもらってるけど、パソコンね、例えば家にあって、それでカメラがあって、じゃあ今日なんかライブやるかっていう話で、俺のベースにしてライブできるから。家にいて。で、今これやってますってこうカメラでやりながら、こんなので今こういう感じでやってますからつったら別にその集まらなくてもできるし、例えば遠くてもできるんだよね。だからまあ旗振り役は相変わらず必要なのかなとは思うんだけど、やり方によってはね何とでもなるのかなとは思うけどね。単純にね盛り上がるかどうかだから。そうですね。やっぱりあとね、やっぱりね、同系の方が盛り上がる。それはありますね。でしょうね。だからそこが難しいんだよね。だから戦車好きな人、ミリタリー系好きな人はミリタリーやっぱ好きだし、それこそ瓦礫とね、あれのやつとかも好きな人はそうだし、ガンプラはガンプラだしね。で飛行機とか車とか、ジャンルがねやっぱりいろいろあるから。細分化されますね。そう、細分化されてるから、そのジャンル超えて全員楽しめるかって言ったらまあ難しいよね。まあ難しい。それで同じなんか楽しいまあ業種的には塗装をするっていうことは全部一緒だから、塗装の話だと盛り上がるのかもしれないけどね。塗装の仕方とか塗装のこういうやり方とかノウハウとか各ジャンルとんがってるとこ違うので、それでお互いに情報出し合って塗装の仕方を語るっていう部分においてはすごくためになるのかなっていうのはなんとなく気づくけどね。ガンダムの例えば MG のね排入のこれがこうだよって言ってもそれこそあんまりガンプラ好きじゃなくてそうですね。っていう形だとやっぱりなかなか難しい。
だからそこら辺だよね。だから仲間ツイッターとかってさ、結構その分かりやすいじゃん。そういうのを推してる。私はフィギュアやってます、ガンプラやってるとかさ、そういうのってすごく分かりやすいけど、あれも多分そのやってるジャンルの人方は仲良くなるけど、そうじゃない人は結局離れていったりとかもするし、俺だって俺の今のこの劇チャンネルだってラジコンが8割、ミニ四駆2割でプラも 0.0001% ぐらいな感じだからその今ねやっぱりプラモデルの例えば記事を出したりとかしてもあまり興味持たれないんだよね。それの内容がうんぬんかんぬんじゃなくて結局やっぱりその見てる人はジャンルが違うから別にいいやってなっちゃうんだよね。それはしょうがないって思うし当たり前だと思うから、だからまあクラブとかでやるっつってもそういう形でそれを無理やりなんかつなぎ止めるっていうのはなんか難しいし、あんまりまあそれはそれで強制するのも良くないなっていうのがあるからね。どうやっていくのがいいんだべね。ね。まあでもまあああいうクラブとかもね、とりあえずできてはなくなってできてはなくなってってるから、まあそういうことなんだよね多分ね。まあでしょうね。その時のジャンル、その時の熱量でそのクラブの中心の人方がこれをやるあれをやるっていう感じで多分やるから、まあ、変わってるんだろうね。じゃあ私ちょっともうあれなんで やめますみたいな感じになったりとかしてまた新しくじゃあ作り直すかみたいな感じな、あれと同じだ。 LINE グループね。そうですね。 LINE グループだ。そうだ、 LINE グループもそうだもんね。そうですね。なんかのジャンルであったらそのグループ今そのグループに入んなとかやったりとかするもんね。だけどそれ違うやつやりだしたらそのグループのやつ全然死んじゃうからね。いつの間にか人がいなくなる。そうそんな感じなんだよね。自然消滅。まあ人が集まれるだけまだね。俺一人しかいないから、ジャンル的に今。そうだよね。ジャンル的にはガレージキットは、まあ、ほぼほぼ一人まあ俺知ってる人だね。プラモンさんがそれだね。原さんと誠さんはやってたけどやってたっていう過去形そうだね。またちょっと違うもんな。俺知ってる人でって言ったらそのプラモンさんがやってるぐらいで、ガンプラに関してはねまだそれこそこうやってアクアちゃん作ったり、トシ君もずっと作ってるんじゃないかな多分。あとコバルトちゃんがしっかりそこの深いところにどっぷりいるので、今度はねこういうまあライブやるのもまあ今度コバルトちゃんも呼んだりとかそのプラモデルやってる人方も呼んで、まあいろんなジャンルをやっぱり盛り上げていかなきゃいけないから、このコロナの間に要はフリーズ化してしまった状態のところを今急速に温めているんだけど、変な話なんだけどその温まったら元に戻るわけではなくて、やっぱりその熱量が他のところに行っちゃってる人とかもいっぱいいるし、いますね。単純にそのジャンルの熱量が下がっちゃってるっていう人ももちろんいるし、そういう人方をこうもう一回こう熱上げていくっていうのは結構ねスタートゼロから作るよりも若干大変かも。若干大変かもしれない。確かに大変かもしれないです。ゼロの時ってちょっと期待値があるから、さあいろんな人がね来るかもしれないとかってあるからね。だからねそういう部分においてはね、楠木ちゃんはガンプラでそれやってるから、ああやって仲間っていうかツイッターとかで知ってる人とかもどんどん増えてるから、それはそれでまあできるはできるけどね。まあ旗振り役めんどくさいけどね。なんか今は割とほぼフリーみたいなフリーだね。札幌のいろんなサークルの知り合いできたんで、札幌行ったらこの人の話聞くとか、こっち遊びに行くっていうのをやりやすくなりました。そうでしょ。そういう感じがいないっちゃないんだよな。まあゼロ発信以上に大変だから、まあいろいろプラモデルやりながら
なんだ昔やってても今離れちゃってる人もいっぱいいるから、まあイコール俺もそうなんだけど、だからそうじゃなくて今新しくやってて熱量高くやってる人とかって、何のジャンルでもねやっぱり切り替わってるんだよね。それをずっとそのまんまで頑張ってやってる人もいるんだけど少ないよね、やっぱりね。でもうなんていうんだろう、ガンプラに関してはもう作るそのなんていうのノウハウとかあと平均スキルがめちゃくちゃ上がっちゃってるから、なんていうんだろうな、普通に上手が普通みたいな、みんなうまいっす。そう普通に上手が普通で、もうそれを超越した感じで作るとなると、まあなんていうんだろうね、もう限られた人のレベルになっちゃうよね。昔はさやっぱりそれなりにその上手い人ってプロの人とかね、そのホビージャパンとかああいうのに出てる人とかっていうの結構こういて、その人はすごいすごいとか言いながらっていうのがあったけど、今ひょこってやってひょこってツイッターでこんなのも作ってますみたいなテンションでめちゃくちゃ上手い人いるじゃん。どこに埋もれてたのみたいなね、そういう人が変な話全ジャンルいるんだよね。いますね。全ジャンル。だからそうやって考えたらね、ちょっと SNS は上手い人ボンボン出ますね。やっぱりだからジャンル問わず。その中でさ、その個性出してやっていくのってすげえ難しくない？難しいですね。ね。なんかこういう感じになんかこうパッと作りましたみたいな、作例みたいな、設定通りに全然伸びないです。でしょ？全然伸びないです。要はそれ見てももうみんな見慣れちゃって、みんな見慣れちゃってるし、みんな作ってるし、だからそれが別にそうなんだっつって一応まあこう回し指でねこうやってチェックしながらはできるのかもしれないけど、キットが昔と段違いに良くなってるから、そこスタートラインだととんがるしかないんだよねっていうことだね。めっちゃわかります。リアルグレードの排入とか普通にパチ組みでもめちゃくちゃかっこいいんですよ。まあこれがそうだよね、だからね。めちゃくちゃかっこいいですよ。それでいて塗装して、そっか、誰が作ってもすごいかっこいいんですよ。これだけじゃダメなんだ。そう上を目指すとなると、これで十分いいと思えるんだけど、だからあれだよね、今年確かガンプラワールドカップもう一回やるじゃん。だからあれもどういうなんていうんだろう目線で、選ばれるのかまたポイントだよね。だからね、もう 3D プリンターっていうかカッティングプロッタがだいぶ安くなってるから結構普通に持ってる人も増えてるし、で 3D プリンターも昔よりもやってる人がもう3万とか2万で買えますもんね。安いの。この間なんかツイッターで見たけど本当に丸まんま作ってた人いて、でなんか昔の 3D プリンターよりも今なんかジェル状のやつなのかい、なんか緑のスライムみたいな感じの。そうだから昔の 3D プリンターってこうちょっと弾があって積層痕出ちゃうんですよ。昔の安いのは。そうそれでちょっと衝撃加えたらすぐ割れちゃうし、あとそこを整えるのにすごい大変だってなったけど、今のやつないもんね。今もう出して表面処理もしなくてもいけるやつとかあるんですよ。そうだよね。だからそうなってくるプラモデルを買うっていう行為自体がもう一昔前の話なのかっていう風になってくるからね。それこそ昔だったらパテで持って成形してたりとか、ミキシングで頑張ってそれっぽく作ろうとか、そういうのがなくなっていくのかなっていう。まあそうだね。だからそれをやっていくのに残ってやっていくにはやっぱりすごくなんていうんだ、軽くじゃないレベル、要は大変だなっていうレベルまでいかないとダメなんじゃないかい。だから単純にもう一回原点として戻ってそのリバランスって言ってそのディティールを追加して増やしていったっていう行為ってどんどんもうなくなると思うんだよね。なぜかっていうともう初っ端でディティールが多いから。
だからもうなんか細かいディティールを増やしたからすごいでしょうとかみたいな感じっていうのはだんだんもうなくなってくるし、ただどういうところがそこで残ってくるかって言ったら、変な話やっぱりそのバランス、そのもともとなんていうんだ、プラモデルとかってさ、右と左のものが同じであったりとか、形が近いものをこうやって、でもアニメとかで見るとそうパースかかっててちょっと違ったりとかするから、それを違って遠近法で作ってる人とかもいるじゃん。そういう人はそういう人でさ、それもまた多くなったら意味ないんだけど、そういう感じでやってる人っていうのも多分そういうのも細かいのやってても切りないから、そういうのやるようになったんじゃないかなと思うんだよね。今日はみんなと目線違うので、さっき言ってたこういうなんじゃアニメ風な塗りもう今もう飽和してるでしょ。ですね。もうって感じでしょ。昔は衝撃出したけど、昔は衝撃だったけど、今だったらさ、まあもちろんすごいなとは思うけど、ってなんかそのなんていうんだ、当たり前だけど、その新鮮さがどんどん薄くなってくるっていうか、だから細かいディティールのやつとかも普通に作った状態だと、なんていうんだ、その感動が少ないというか、ってなってくるから、だからあとはもう完璧にオリジナルの違う造形ものとか、あとはすごくそのなんていうんだろうな、自分の解釈のもと、今土佐神さんってわかる？わかります。のコバルトちゃんが今作ってるけど、あれ独自の解釈でミリタリー寄りな感じのロボットを作ってると思うんだけど、あれのデザインね、コバルトちゃんだいぶ大変になってやってるけどさ、ああいうのもすごく受けがいいでしょ。ピーちゃん最近のガンプラだとミキシング作品作る方も多いですよね。確かに。まあね、ミキシングはね、でもあれなんだよね。ガンプラ持ってる人勝ちになるから結構きついっちゃきついんだけどね。最近ガンプラがないからないからね。まあさっき言ったコバルトちゃんなんか完璧にミキシングモデラーだよね、今となればね。やっぱりトサシンさんのやつを、ミキシングとプラスアルファ、プラバンとかパテをちょっと使ったりとかしてやってるから、あれだからもう完璧にデザインとしてさ、ザックとかデザートザックとか全部ある、今までもあるじゃん。あったんだけど、あの人のデザインでモデル化するとやっぱり目立つっていうのは、多分だからもうそういう方向しかないんじゃないかなみたいな。まあ言うなればあれコンコバとかもそうだけど、あれも元々のガンダムのデザインがあるんだけど、ジオンの最高のみたいな感じでちょっとリバランスして全く違う感じの雰囲気にして、それがなんか逆にかっこよかったりとかするっていうのがあって、そこ行くしかねえんじゃないかなと思うんだよね。ですね。それと例えばなんかリアルグレードとかすごい過剰なディティールを埋めたりとか、減らしてこうちょっとシンプルに見せたりとか。まああれだよね。だからプラスじゃなくてね。マイナスに引き算で。だからね、そこら辺の部分、まあ最近のは本当ディティールが多いから逆にこれにプラスするとちょっとうざいよね。過剰ディティールというか、になるからうざいのがあるから。そこら辺はね、あとはもう完璧にデザインだよな。まあ変な話だけど、さっきのファフナーってあったじゃん。ね、これもすごい変わったデザインだよね。その関節がだよ。普通に人間の体の関節じゃないの。でも俺ロボットってそれでいいと思うんだよね。人間っぽい関節じゃなくてもいいと思うの。正直言って。だけどやっぱり昔のそのロボットのものを引きずってやってるから今みたいな形になってるだけで、このファフナーのねデザインってすごくそのなんていうんだろう、逆にそのメカだからこそのデザインだけど、そういう風になってっても全然おかしくないんだべなとは思うんだよね。どうしてもその顔があって腕があって肘があって足があって膝があってっていうのが一般的なロボットってでガンプラのね平均的な形になってるけど、そこの部分をもう変えちゃっていいんじゃないかなと思うんだよね。変な話。
かといって取ってつけたようなアシュラみたいな手が3本とか足4本とかももう出てるからね、そんなのもあるから、そういうのじゃなくてじゃないかなと思うけどね。だからそれをあとどのぐらいの完成度で持っていけるかというか、だからガンプラの改造とか今頑張ってやってる人って結構どうやって思ってやってるのかね。俺はだから例えばもしそのガンプラでなんかもしやらなきゃいけないってなってやるんであればそういう方向性でやるけどね、完璧にその既存のそのデザインにとらわれるわけではなくやるというか、の方が残っていくような気もしないでもないんだけどね。しばらくやってない俺が何言ってんだって話だけどまたスタートですか、ね、そうでもゼロ発信だからね。でもこうやって考えたらさ、もうこれかがんでるけど、これね、こうか、こうやってこれ横から見たらさ、こうやってかがんでるように見えるでしょ、お腹引っ込まして。だけどね、後ろから見たら全然形状が違う、別にファフナーすげえとか言ってる話ではないんだけど、この状態からここにこう動いちゃうんだね、横向いちゃうんだよ。不思議で不思議でしょうがなくない？不思議軸ですよね。ね。どれが正解なのどの向きが正しいのか。そう。あ、こっちが昔のリボルテックの関節みたいな動きですか。分かる人分かる。あったこういうの。はい、こういう独特のこの動きの。どうこれこっちもですか。いや、それ後ろ。あ、これが正しい。これが正しい向きですか。そうです。すごいな。不思議でしょ。だからルービックキューブ動かしてる、変わった形のねだけどこれちゃんとそのポージングそれ見たらさ、その箱の後ろ見たらこうかがんでこうガーってやってる絵とかはさできてるじゃん。それでできてるんだよね。で多分アニメも止めてみたらその関節がそういう風になってるんだと思うんだよね。だからそうやって考えたら面白いなと思って。これアニメって CG ですか？アニメだとこれロボ自体は CG になるね。CG じゃないときついよな。きつい。結構ね長いからずっとやってたからね。なんかキャラクターのデザインがシードと似てるっていうのはなんかさあ、いやですよね、確か。どっちが先落ちたらファフナーの方が先なんだけど、同じです同じです。似てる。アスランいっぱいいます。アスランいっぱいいます。シード顔だなってなんかどっちが先か分かんないけど。いや、先はねファフナーの方が先。あ、そうなんですね。マジェプリも分かる。分かります。マジェプリとかとシードがちょっと近いのかな。そんな感じになってると思う。あの人の作画のやつだから、初めのってね、いろんなキャラ出てくるんだけど、本当それシードとか見てるじゃん。なおさらぐっちゃぐちゃになるんだよねちょっと見たことあるっぽい顔になってるから、その人が何々君ってなってたとしても、その前の変なイメージが邪魔して覚えられないんだよね名前を。ちょっと入ってこない。そう。和樹と宗師が一応メインダブル主人公みたいな。でこれ乗ってるのが和樹で、それこそさっき言った悪役って言ってたのがリヒトなんだけど、あれが宗師が乗ってるやつなんだけど、あれ どっちも味方なのさ。どっちも味方で子供じゃないと運転できないっていう設定のもと、相手のなんか変わったフェスティムだかなんかいう金色の造形に飲み込まれたなんとかして物語進んでいくんだよ。一応地球を守ろうみたいな形でやるんだけど、でその和樹も宗師も正直言っても半分人間じゃないんだよ。半分その物体に
同化されてる状態になってるんだけど、面白いよ。長いけどね、結構ね。結構俺アニメのロボットの中でも群を抜いて好きなんだ。だからこそわざわざ作ろうと思って。だってプラモ化発表された時俺やったらテンション上がったからね。グッスマから出てる。今モデロイドいろいろ出るから、昔のやつもそうだけど、もう一個俺テンション上がるのはね、ビッグオー。昔やってたやつ。そう、ビッグオーも大好きなんだわ。かっこいいっすよね。ビッグオーも大好きで、ビッグオーも今これで出るので、もう買いますっていう俺バンダイのビッグオー持ってる、昔の。なんかもったいなくて作れなくてさあるでしょ。ありますね。貴重なやつだから、そんなのもあるからね。ロボットコンペちょっとやって、2人ともせっかくだからね。店にガンバスターってありましたっけ？ガンバスターはもうさすがにないんじゃないかな。アーマードコアのこの間の系だったら確かまだあるんじゃないか。いや確かなんか最後2個だったんですよ。そうだったっけ？あれ探しとくか。アーマードコアか、ないかな。あとスパロボ系ですね、作る。スパロボも再販されてないもんね。ないっすね。見ないっす。出品前とかめちゃくちゃ高値で取引されてますから、ね。ガンダムでしょガンダムでしょ、いやそうだよね。あそこら辺はないけどね。あるものでやるか、なんかするしかないけど。そうですね。逆にだからこういうので参加してくれれば、今度集まった時にそのキャラのやつを集めて、俺が今ねファフナーで語ったじゃん、熱い感じで、そういう感じで語り合うのはそれはそれで面白いと思うんだよね。個別で俺はこれ作ってこれ好きで、そのアニメ知らなかったらこう説明したりとかすると、ちょっと気になったやつ見たりもすると思うしさ、そういうね、もともとプラモってアニメとかやっぱりねありきりな部分が多いから、そういう部分でこれもだってファフナー全く全然知らないゾーンだったけど、なんかその面白いんじゃないかみたいな話を聞いて、でそれで見るようになってハマったんだよね。でビッグオーもそう、ビッグオーも全然知らないゾーンだったから、もうあれも見て、だからそうやって出会いあって見たら実はめちゃくちゃ好きだったっていうの絶対あると思うんだよね。ちょっとそんな感じで、ライブはねこの辺で終了しとくかな。とりあえずはプラモデルライブ第1回目はね、クスノキちゃんとリトルノースちゃんが来てくれたっていうことでね。これ第1回だったんですね。第1回ですよ。実際プラモデルのメンバーでライブしたことはない。そうなんです。ないし、プラモデルのメンバーでうちに来た人もいないかな。いないかな。ほとんどラジコンのメンバーとミニ四駆のメンバーなんでね。じゃあライブの方はこの辺でカットしたいと思いますのでね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。はい、スノキちゃんとリトルノースちゃんでした。またよろしくお願いします。どうもです。